これから三国志8リメイクのプレイをします。まずは歌とあらすじから。滚滚長江東西西，浪花淘盡英雄，是非成敗轉透紅，青山依舊在，幾度夕陽紅，白髮於朝公主上，慣看秋月春風，一壺濁酒氣相逢，古今多少事，都呼嘯談中。さて天下の情勢というものは長く分裂すれば必ず統一し、長く統一すれば必ず分裂するものである。中国の周王朝の末期7国が争っていたが秦によって統一された。そして秦が滅びた後祖と漢が争い、また漢によって統一された。後に皇武帝が最高始憲兵にまで帝位が受け継がれたがついに三国に分裂した。それから何やかんやあって三国とも皇帝権力が衰えたか、魏国の実権を握った司馬昭はいよいよこと蜀を平凡しようと企んでいた。司馬昭と商海は蜀の力が尽きかけていると見て大軍を起こして蜀を征伐することにした。商海は軍を率いて蜀に侵攻し、そして蜀は降伏し、同僚の当該は私が書いた偽手紙のおかげで失脚した。今や私は大軍を一人で指揮し、西方の地に威威を振るう立場にある。謀反に成功すれば天下を得ることができる。失敗しても蜀に退けば第二の劉備になることができるだろう。商海は将を拘束して謀反に従わせようとするが、外にいた軍に企みが露見してしまう。兵士たちは自分たちの指揮官を奪い返すべく太鼓を打ち鳴らして殺到した。やっべー、どうしよう。戦うしかないぞ。敵は城壁をはしごで乗り越え城内の建物を焼き払って攻め込んできた。兵士たちは我先にと商海を殺そうと押し寄せた。享年40歳。おお商海よ、死んでしまうとは自業自得。どういうことだ。私は死んだのでは。あなたは生前に小賢しい悪行を繰り返した褒美に天帝によって死神に任じられました。死者を徴収して作った軍団を率い、冥界の将軍として宇宙が熱的死を迎える日まで戦争を続けてもらいます。なんだ、私は何も悪いことなどしていない。いや、筆跡を真似るのがうまいとかいう固有スキルで公文書偽造しまくったでしょう。大体死神将軍ってなんだ。そんな迷信は信じないぞ。あなたが死神になったのは史実です。宋人記にもそう書いてある。宋人記を信じるな。というわけで死者の魂を集めに地上に戻りますよ。ゲーム開始までのあらすじ終わり。青木死神紹介。どうも皆さんこんにちは。三国志5みたいに派手な略奪コマンドが欲しかった葵ちゃんです。死神のめいめいひまりです。ゆっくり紹介です。これから公営性歴史シミュレーションゲーム三国志8リメイクのプレイをします。2001年の三国志8の2024年10月24日にリリースされたリメイク版ですね。ゲーム開始年として一番最後の263年を選択。プレイ武将に選ぶのは私か。まずは史実通り蜀への侵攻作戦を成功させるところから始めていきましょう。そしてその後は史実を打ち破り謀反を成功させ天下に覇を唱えるか。天下は大乱となり、たくさんの人々が死に、死者の軍団は大いに増強されることでしょう。イントロでも聞いたが、何なんだそのロールプレイは。動乱の世をこの手で変えてや宋る。人記の赤い筆というお話に冥界で動乱が起きたので下界に将軍を派遣して兵士を徴収しているという話が出てきます。その派遣された将軍は張孔明、張式など3人の将軍とされています。私の技の悪しき、少なくとも同盟の死神というわけか。あと一人が誰だか気になりますよね。それはまた考えるとしてゲーム開始。諸葛亮が五条原で沈没した後も三国の戦いは続いていた。国力の劣る蜀漢は脅威の相次ぐ北伐で疲弊し、脅威自身も求心力を失った。龍禅は宦官を重用し、蜀国内は乱れている。商海、当該出陣せよ。はっ、漢中を攻略し益州を平らげます。脅威など恐れるに足らず。正面から攻めるばかりが得策にあらず、こちらは別の道を取る。その頃漢中を離れていた脅威は義軍の動きを察知すると、漢中の布戦に防備を固めるよう伝えよ。一兵たりとも傭兵艦を通すな。何やら騒がしいが、高校は問題ないと言ってたぞ。なら大丈夫大丈夫。脅威から救援要請を受けた呉でもまたにわかに軍勢が動員される。蜀があって三国拮抗せねば呉は危うい。蜀を救わねば。
時に義の慶元4年職官の慶陽6年呉の永安6年7月劉備や諸葛亮たちが残した職官は滅亡の危機に瀕していた。者ども、表情を開始します。ゲーム開始時の商会の立場は軍団長、表情を主導し決定を行う立場ですよ。ああそうだ。早速大軍を率いて蜀に攻め込もう。その前により強力な兵士を編成可能にしておきます。戦略ポイントを消費し、いくつかの兵士を解放した。良いか。遠征軍の準備に時間を取ったとでも脳内保管しておきますか。よし、まずは史実通りに当該諸葛所で脅威を足止めしよう。この頃権力闘争に敗れた脅威は本国に戻れない状態にあり、道中に駐屯していました。史実では進撃してきた当該の軍勢に敗れるも平を立つ役割だった諸葛所の封鎖をフェイント起動で突破、脱出に成功しています。その後諸葛所は私の軍と合流するが、私の残言により召喚されているぞ。ほんとろくなことしてないな。当該の軍を脅威が迎撃してきました。はあはあ、殺し合え。軍議を執り行う。一つよろしいか。史実でも遠征には反対だったが、それ以上にひどい状況だ。おや、この聞き覚えのある BGM は。ホルストの火星ですね。他の BGM でも冒頭で流した列銀歌をはじめハチャトゥリアンのガイーヌの組曲からいくつかアレンジされています。それ地形は兵の助けなり。覚悟を決めよ。一戦あるのみ。続け。周囲の山道は把握済みだ。剣道を利用し敵の隙を突く。戦うのみ。両家や龍院が迎撃してきました。かかれ。勝負をかける。一騎打ちだ。当該さん60代なのにお元気ですね。相手の両家は70代だからむしろ若い。いざ尋常に勝負。いざ堂々と武を競わん。断ち切る。はあ。ちなみに龍院は70代、勝尉は60代です。蜀の人材が高齢化している。殺し合え、酔いぼれのも。今だ。演技でも敵のフライしかしなさそうなチャンス攻撃をかけ、勝負がほぼついた。打ちのめされる両家将軍と蜀の状況を考え合わせると3の一部につき。頑張れ両家。お前は敵を応援しないで。行くぞ。覚悟を決めよ。おお。ただ勝ちを積み重ねるのみ。惜しかった。僅差だったためか敵部隊が崩壊しませんね。おらおら、総員突撃せよ。さて、邪魔する者は容赦せんぞ。この古希逃しはせぬ。両家を捕らえ龍院を退却させましたが、漢中から不戦が援軍に駆けつけました。敵の方が大軍になってるじゃないですか。脅威を足止めする目的なのに逆にカッコ撃破されますよ。今更だけどこのゲーム2方面で同時攻撃とかできないし、脅威を足止めとかできなさそう。敵を少しでもすりつぶせればよい。突撃せよ。5日後、キルレート1対2ですりつぶされ全滅寸前。おいもっと頑張れ。私が進行するときに敵が増えるだろう。脅威の攻撃や砦からの射撃で多大な損害を出しました。このゲーム要塞の類が硬いので敵や戦軍の撃滅を目指した方が良さそうなんですが、地形のため砦の射撃範囲を回できず不利になってます。己もまた前進。進行側不利は史実通りではある。続け。力を出し尽くせ。こうなれば一騎打ちで敵将を倒すしかない。いけ超力。やれ。行くぞ。超力の60代と思われます。勝ったぞ。敵の正規軍が全滅したから我々の勝利だ。はあ。脅威軍は待機列に敗走し、援軍も漢中に敵対せざるを得なくなった。だが脅威や有力な援軍を撃滅できずに取り逃がしたため、漢中には未だ強力な蜀軍が待ち受けている。ああそうだ。これ史実よりきつくないか。果たして商会は漢中を攻め落とせるのか。次回へと続きます。コメントしてもらえると次の投稿が早まります。チャンネル登録するとその通知がフィードに来ますよ。ではまた。